今回はゲイカップルあるあるということで、私たちが日々感じてるあるあるについて話していこうと思います。ただ私たちの感じてるものだけ話すの楽しくないかなと思ったので、ホームページだったりブログでいろいろ皆さん書かれてるようなゲイカップルあるあるも例をちょっと取り上げながら、ちょっと2人でね、これって本当にあるかなみたいなのを話し合っていきたいと思います。これってあるあるですか？あれさん、趣味が合えばね。実際にいつも借りてるね。そうね、あれいつも俺の服着てるよ。もう服持たないから。あんまり買わないよね。買わない全然、これもだってお兄ちゃんのものじゃん。そこは俺の借りようよ。少なくとも日本では多かったよね。そもそもカップルとは言ってなかったんだけども、友達としても同棲したらもう断れる不動産が多かったね。確かにね、なんかゲイカップルだから不動産に断られるっていうよりか、なんか多分男同士でその一緒に住むことっていうのを OK しているっていう不動産屋さんが、OK するとかしないとか多分決める権利はないと思うんだけど、その大家さんが多分あんまり男同士はなんか喧嘩が多いとか、なんかそういう先入観があるから、騒ぐというイメージがあるね。だからあんまり OK なとこがなかったかなっていう印象はあるから、ゲイカップルだからっていうわけではないかなっていうのはあるけど、往々にしてある問題だよね、これもね。俺もそう思ってます。じゃあ俺との境界線っていうのが曖昧ってことなの？両方の要素を同じく含まれてると思う。友情と愛情。なるほどね。だから曖昧というか、同じ人物にまとまってる感じ。でもこれはゲイカップルだけじゃなくてさ、結婚した夫婦もそうじゃない？なんか友達でありいい恋人であるっていう関係性を築いてる人が多いと思うんだけど、ね。でもよく言うのは、もう恋人は恋人でも友達はやっぱり楽しいみたいだから、土日はもう絶対友達とワイワイしたい人もいるじゃん。俺にはそういう選別はあんまりない。識別ないね。だからこれもゲイカップルだからってわけでもないかな、回答としては。でもやっぱり男性は、妻と、日常過ごしてるんだけど、土日だけは同じ男性同士でワイワイした方が楽しいと思ってる人多い気がするね、俺は。少なくとも友達の中で。俺の友達はあんまそういう人いないかもな。なんか結婚したらもうその人とだけみたいな、あんま友達とも関わらなくなるしみたいな人が多いから、もうこれも人によりけりかな。結婚しなくても長続きできないのという質問があるけどね。ちょっとこれは一応ホームページとかブログに書かれてたものなので、そう考える人もいるよねっていうことだよね。そうね。どう？俺はあんまそう思わないけど。俺もそう思えないかな。そうね、入れるよね。入れるね、普通に男女じゃないしね。はい。ここからは私たちが日々感じてるゲイカップルあるあるについてちょっと話していきます。まず一つ目が、普通のさカップルだったらさ、どっちかが必ず女性な場合が多いじゃん。だから彼女様とか奥様はレディース割引対象ですって言われて、その合計金額からちょっと安くなることあるじゃん。でも俺らの場合レディースじゃないからさ。試しにカップルだと言ってみたことある？ない。だったらもう文句言えない。おそらく取ったかも。でも例えばよ、これ例えばの話だよ。例えばカップルって言って嘘でしょみたいな。君たちただ男女カップルも嘘かも。そうだけど、でもゲイカップルでゲイカップルなんですよって言ったら、でも嘘でしょ、安くしたいからそういうこと言ってるんでしょって言われたらさ、みたいになるじゃん。だからそういう割引が、だったら子供セットお願いしますと。子供やないじゃんみたいになるじゃん。そうね。っていうのがちょっと私たちあるあるでよくあったから、日本にいる時はね。あったね。日本にはよくあるよね、そういうレディーセット。ここには見たことない。朝すぐ起きてね、寝起きで例えばちょっとカフェ行こうとか、寝起きで朝ごはん食べに行こうって言った時に、例えばどっちかが女性だった場合は
やっぱりちょっと朝のメイクとかね、外に出るときこうお化粧しなきゃいけないからちょっと時間がかかる場合があると思うんだよね。いやもちろんそのお化粧しない女性もいるし、別にすぐ出られる人もいると、逆に化粧する男性もいるから。そうそう、いると思うんだけど、比較的ゲイカップルだとすぐ朝起きてちょっと朝ごはん食いに行こうよみたいな、いいよいいよみたいな、ちょっと寝癖があってもまあ出かけられちゃうっていうのないっていうのはちょっと思ったかな。寝癖ないね、特に俺は。あなたは寝癖ないだろうけどね、っていうのがあるかな。結構こう素早くね、いけるよね、準備がすぐ終わるから。ダブルベッドを予約するわけですよ、一部屋にね。でそしたらホテル側はご好意で、男同士なのにこの人たち間違ってダブルベッドを予約したんだなと思ってシングルとシングルにしてくれることっていうのが結構あるんだけど、それを見た時にと思って、これ多分ゲイカップルあるあるなんじゃないかなと思って、本当はダブルベッドで寝たいけど、でもホテル側の人が気を利かせてくれてシングルとシングルをこう2個確かにね、置いてくれるみたいなこと結構ある。あれはね、なんという配慮ハラスメント。ハラスメントになるかどうか微妙だけど、そういうのもあるあるだよね。だってもし名前がさ男女のカップルって分かったら多分ダブルのままやってくれると思うけど、多分両方とも名前が男性だし男性って書いてるから、このいつら間違えたんだろう。ありがたいんだけど、多分ゲイカップルとしてあるあるかなと思います。男同士でレストランに行ったら、その迎えてくれる店員の態度が若干、カジュアルというか、カップルで女の、ね、子と一緒にいたらもうちょっとこうカップル風に接待されることあったんだけど、昔。でもイタリアでね。でも男性と付き合ったらもう普通に友達が来たみたいに、だから特別感がそんなにない、ロマンチックなディナーとかじゃないという前提でちょっと友達で、ね、接待される。ヨガアイズみたいな、チャオラが熱いみたいな、そんな感じでね。それはむしろ嬉しいんだけど、いいことだよね。すごいそうじゃなかったらすごい恥ずかしい。だからなんだろう、男同士ゲイカップルだからこそあるな扱いというか、別に悪い扱いって意味じゃないけどね。嫌じゃないね。なんかもう付き合ってるのみんな分かってるけど、俺らがね、実際になんかこう一緒にこう遊びに行ったらどれぐらい付き合ってるみたいな、なんか本当に付き合ってる、ただ友情がちょっとこう深いレベルの関係なの、と聞かれることあるから、もう多分ストレートな人はなかなか想像できない関係だと思うね。想像できるけど具体的には想像できないから。なるほどね。なんかどこまで好きなのみたいな、体も好きなのみたいな疑問がよくある。なるほどね。だからなんか俺らが例えばさ、こうねえねえみたいなことやってたらあれだよね。みんな多分分かりやすく手つないだりしてなると思うけど、好きみたいなことやってたらあれだけど、あんまやらないからね。性格的にやらないのだから、むしろなんかカップルっぽいこと一回したことないね、友達の前で。だからだったら俺らのせいかもね。そしたら俺らのせいかもね。俺らのせいだった。例えばパーティーとかそういうとこ行った時に実は結婚してますみたいなこと言ったらそうか、ゲイはすごいよねみたいな、なんか何かと褒めてくれるよね。これいい意味だけど、なんか別にそんなことまでしてもらわなくてもいいけど、ちょっといい気分にはなれるよね。一回レオナルド・ダ・ヴィンチもそうだったかもと言われたことっていうのはちょっとゲイカップルだけじゃなくてゲイの人でもあるあるかもしれないけど、普通に生活してたらさ、なんか道歩いてるだけでさ、あの人がさゲイとかゲイじゃないとか分かんないじゃん。普通の男女のカップルとかだったらあの人はカップルかなみたいな先入観で見てくれるけど、俺らの場合自分からこう言わないと誰も分かってくれないから、いちいち言わなきゃいけないっていう意味でちょっとゲイカップルとしてはそういうのあるあるかなと。最近の若者気づいてる気がするけどね。意外と分かってたんだと思ったりしてる。本当？後からなんか聞いたら、実は分かってたよという話もあるから。でも比較的に少ないかな、気づいてくれる人って。これもあるあるであるね。はい。以上があるあるとなります。あるあるね。
あるちなみにもう今まではもう聞いたことなかった。この動画を撮るために初めて聞いた。あ、本当。生の日本語あんまり使わない。まあちょっとあるある俗語っぽいからね。俗語っぽいね。よくあるっていう意味だね。そう。いちいち解説してくれなくてもみんな分かってると思うけど。ありがとうございました。はい。5分間。